ってて、多分丹羽選手との試合した、最後出た全日本の時もその対戦相手によって使い分けてて、もちろん相手にもよるんですけど、結構大事なことで、例えば自分がサーブ持ってる時に2パターンあるんですよ、出し方として。っていうのが、自分が出しやすいサーブ、自分が出したいサーブを先行的に出す出し方、と逆に自分は出しづらいけどとかあんま得意じゃないけどサーブ、それが相手がすごい嫌がってるこの2択ってすごい大事で、例えば自分がやりやすいプレー、自分がやりやすいサーブ出しても相手がそれに対してレシーブが逆にやりやすかったらあんまり有利じゃないんですよ、自分がやりたいことやってるのに。そうですね、だからそうやったら逆に自分がちょっと苦手な回転のサーブ出したら相手が苦手なレシーブ、っていうか相手がそんなに質の高いレシーブ来ないから自分が逆に攻めやすい、やり方と2種類あって、でそれは結構本当に僕が最後出た全日本の時もその対戦相手によって使い分けてて、それこそこっちのサーブが効くからあえてこっちのサーブを出さなかったっていう時もあるし、逆にこっちのサーブ効かないからこっちのサーブを出してたっていう時はあって、多分全日本の試合を多分 YouTube でも多分載ってて、多分丹羽選手との試合したビデオを多分見てもらってる方も多分いると思うんですけど、多分 YG サーブ出してないんですよ。そうですね。っていうのはあれ最初の方に出だしてカットはされてるんですけど、出した時に逆に回転を利用されて僕が攻めづらかったんですよ。すごいレベルですね。やっぱすごいです。天川さんのYG が逆に何も最初からいきなり聞かない。まあ最初はもちろん嫌がってたんですけど、やっぱりそこからかけられた時の対応能力も速かったし、対応されたら逆に回転残ってて僕がやりづらかったんですよ。僕はこっちを出したいけどっていう風になってたんで、多分途中から縦回転の下回転に変更したんですよ。あれはなんで縦回転にしたかっていうのは、縦回転した方が綺麗にチキータでも綺麗なボール返ってくるから、そっからのラリーやりやすかったんですよ。やっぱりだから上のクラスと試合するときってやっぱ逆に向こうのサーブがちょっと切れてたりしてもこっちがレシーブうまくしたらもうみんな違うサーブをどんどん出していくんですよ。やっぱ引き出しは多いっていうんですけど、だからやっぱ相手によっては順横の方が切るときもあったら、相手に対してその違う人に対しては逆横の方が効く可能性もあるし、同じ左利きとかでもYG サーブを丹羽選手みたいに取られる可能性もあるけど、逆に取れない選手もいるし、だから同じ左利きだからって全部こっちにしなきゃいけないっていうわけではなくて、あくまで相手が嫌がってるかを選んだ方がいいってことですね。だから両方試すってことですよね。試します。もちろん YG サーブ僕自信あるんですけど、やっぱ取れる選手は取れるんで、やっぱりで逆にそっちの方が回転残せるからいいっていう選手もいるんですよ。そしたら勝手にすごい切れた状態で相手からしたら自滅こっちが自滅っていうふうに、その時にそのサーブが悪いんじゃなくて、サーブを出すコースとか出す種類が悪いだけで、そのサーブ自体を決してだからそれでそのサーブ出していいレシーブ逆にされるからいいサーブだから、だけどレシーブされて自分ができないからってじゃあもうこのサーブ使うのをやめようっていうわけじゃなくて、あくまでその選手には効かなかっただけで他の選手には効くっていうのは絶対あるんで、だから出すコースをフォアに出したのはさっきの話に戻るんですけど、効かなかったんだったらバックに出してみてもいいしっていうふうに組み立てとしては、相手がやりにくい出し方をするのか、それでも自分がやりやすい出し方をしてそれに対して自分が対応していくのかっていう方法も一つのやり方としては考えてもらったらなと思います。結構僕は自分が自信を持ってるのがサーブだったんで、サーブに関しては結構こうやって真面目に考えてるんですけど、イメージとしては、例えばこっちのサーブを出すときに、例えば内さんがこっちのサーブを出したときに、こういう例えば回転を残す選手がいるとするじゃないですか。こっちのサーブに対してこの回転で、例えばそれをじゃあバックに返してもらっていいですか。でバックに返してもらったときにフォアで打つ人だったら、ここ自分がもしフォアで打ちたかったら曲がってくれるから打ちやすいんですけど、これ例えばこの同じサーブでこうされたらこう曲がるからバックで取りづらいと。これ全部例ですけど、一つの例として、例えば僕はこっちのサーブが得意です。
でこっちのサーブを出してこうされた時に打ちづらいと曲がってくるから、もしくは回り込みでも回り込みがあんまり得意じゃなくて、フォアでは行きたいけどこう曲がってくるから詰まっちゃうとか、かぶったりとかそうか逃げちゃうから逆にやりづらいとか、多分いろいろあると思うんですよね。だからやっぱこっちのサーブってこっちに返ってきやすいから上になればなるほど、フォア前こうバックでレシーブされたりしてやりやすいんで、だから例えばそれでやりにくいんだったら例えばこっちのサーブじゃなくて巻き込みでも YG でもいいから、とりあえずこっち回転のサーブを出せばこっちに曲がってきてくれるから振れる。なるほどっていうふうにこれは、自分がやりやすいから、そっちに変えるっていうやり方、で逆に相手がやりにくいとして、例えばこっちのサーブを出した時に相手がこう取るのと、こっちをサーブ出した時に相手がこう取った時にどっちの方がレシーブの質が低いかなっていうところを見てもらって、相手の方が例えばこっちのサーブでこうちょっと長くいった時にちょっとこういう風に浮くなと、浮きました。浮きな。でも自分はこっちのサーブを YG を僕だったら出したい。でも今みたいな感じで浮いてくれるんやったらこっちのサーブで出るか出ないか出して先に攻めるっていう風なやり方。こっちは僕はあんまり YG に比べたら自信はないけど、相手がそっちの方が嫌がってるから、そっちを相手出すみたいな。で今度だからそれでまたちょっとずつレベル上がっていくんですけど、例えばそのサーブを今度じゃあ9からって出しすぎたら、バックで回り込んでフリックしてもらっていいですか。同じサーブを出しても今度はバックで回ってフリックされ始めて、今度自分が不利になりました。そしたらこのやり方をずっと続けてもダメなんですよ。だから今度バックで回り込むってなった瞬間に、そしたら今度縦回転を送ったらフリックができます。もしくは YG サーブでこっちを出してできるだけ、さっきの今レシーブは入ってるんですけど、こっちのサーブに対してよりかはフリックの質が下がってるじゃないですか。ポワンってっていうふうにその要所要所で相手が対応してきたら同じコースに出すんやったら違う回転を出すとかっていうふうな、これはもう本当に日本リーグとかでもうありがちです。自分がやりたいコースとか出したいコースにまずは出してみるんだけど、それがうまくいかなかった時に相手がやりにくいサーブをちょっと考えていろいろ自分の中でサーブ、これはサーブの種類がそこそこなかったらやっぱり組めない戦術なんですけど、いろんな出せるサーブがあるんだったらそういう戦術を組んでみる。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、途中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。ありがとうございました。